ねえ、見てないで手伝ってよ。あ、ごめん。それにしても暑いね。そうだね。はい、今週も始まりました。ここだけの話、日本語ポッドキャスト、田中です。小倉です。じゃあ、小倉先生、早速今週のタイトルお願いします。この国のフェチ。はい。フェチっていうのは、フェティ、なんだっけフェティシズム。フェティシズムだよね。うん。その興奮する、性的に興奮する、その人によってね、そのフェティシズム、フェチは違うんだけど、あの、イントロのね、この男の子、なんか何かずっと見てるような、うんうんうん。何見てるんだろ頭の後ろ。う。ねとか首、髪、髪かな首かうん、なねえ、じっと見てるね。うん、どういうこうん。となんでしょうか。じゃあ早速、今週の会話聞いてみましょう。はい、聞いてください。質問。日本の一部の学校には、どうしてうなじを見せてはいけないという校則がありますか？クラスをしてて、で、うん。手はいけませんっていう文法を教えたんだよね。はいはいはい。禁止のうん。文法じゃん。例えば、ここでうん。タバコを吸ってはいけませんとか、うんうんここで食べてはいけませんみたいな。うん。うん。まあ、初級の文法じゃん。うん。で、そしてそこから学校のね、ルールの話になったんだよね。ああ、はいはい。校則って言うんだけど、学校のうん。ルールのことは。うん。で、まあ、その人メキシコの、ユカタンに住んでる人でさ、うん。うん。で学校は厳しい学校だったって。だからへえ、はいはい。例えば長い髪をしてはいけませんとかね。あ、その人の学校？そうそう、髪うん。の色を変えてはいけませんとうーかね。ん。色の靴下を履いてはいけませんとか言ってて、へえ。あ、結構なんか僕がいた学校と似てるなと思ってさ。うん、ほんまやね。日本みたいや。でさ、そのクラスの中で僕がパワーポイントで日本の変な学校のルール、校則をいろいろこう見せてあげたの。うん。で、その中でさ、めっちゃ変な校則があって、それがはさ、い。はあの、全部の学校じゃないよ。い。う一部のん。学校だけど、うん。中学校で女の子はうん。ポニーテールはいはいはポニーテールをしていいけど、い。うん。そのポニーテールの髪を結ぶ位置を高くしてうなじを見せてはいけませんっていうルールがあるの。うん、で、逆に、時々うん。ニュースになるよね。そういうああ、変な学はい。校のルールって。うん。うん。で、いまだにね、うん。そういう学校があるんだって。うそのうなじん。っていうのは首の後ろの、はい、生え際。そう生え際っていうんだよね。うなじっていうんだけどさ、うん。それをね学生に見せて、日本ではこのうなじを見せてうん。はいけませんっていううん。ルールがある学校があるんですよって言ったらうん。さ、うん。学生がさ「え、そもそもその部分に名前があるんですか？」ってマジで言っててさ、そうだね。まあそうだね。ほんとそうだよね。学生はさ、それだけ言っても「え、どうして？」ってなるんだよ。どうしてその部分を見せてはいけないんですそう、かって。逆にまあそれをそうじゃん。説明させるとなんか、自分たちが、性的な目で見てるような本当だよね。説なん明をしてしまうかさ、ことになるよね。そその学う、まあ校がそういう風に考えてるわけだからね。そうまあさ、僕らがそう思ってるっていうよりは、うん。その学校がね、うん、学校、そう、学校が。どうしてかって一応なんか言ってるんだけど、それによると、ああ、言ってるんや。言ってる言ってる、そのニュースで見たのは、あの、女性のうなじは男性を、なんていうの、まあ、こ、男の人がその部分を見ると、性的に興奮するから、女の子は
学校でその部分を見せてはいけませんって言ってるんだって。ほんと直接的にちゃんと説明してるやん。だからそれをね、学生に言ったの。も僕はそうは思わないけど、みたいな。でう、も、その学校はそう言ってます、みたいな。男の人が性的に興奮しちゃうから、うん、女の子はその部分を見せてはいけない。うん。まあ、それは学校の考え方だよね。うん、本そうだよ当に。ね。でもさ、そのうなじが美しいみたいなうのってん。実はテレビとかで昔はそういうシーンあったよね。例えばさ、あの、女の子が髪をまとめるときそうそう、なんか映画とかドラマでもそのシーンがアップで見えるとか、うなじが見えてるシとーンとか、スか、ローモーションとか。そう、お風呂とかに入るシーン、温泉に入るシーンも、そのうなじを見せるなんかシーンとかもあったと思うよね。まあ、あるね、日本。なんかそあるある。のうなじに対する日本人のなんかさ、変な見方ってやっぱあるなって思まあね、人それぞれだよね。どこにね、魅力を感じるかっていう。う。ね、人それぞれだけどさ、国によってもなんか違うのが面白いよね。うん、なんか例えば、うん、わかんないけどうん。聞いたことあるのは、その、イスラムの厳はいはいはしい国だと、髪の毛は色気があるから、い。うん、それを他の男性に見せると良くないみたいうん。まあ、だから隠しなさいって言われてるわけだよね。な。うん。その国に住んで育つと、あ、まあそうだよなって思うこと。うん、でも外国の人からしたら、全然わかんないみたいなね。うん、なんでそれに興奮するのみたいなのはうん、あるよね。うん、日本の場合だとうなじとかさ。うん、ううん。ん。なんかね、そういうフェチっていうのかな。確かに。そう、国によって作られるフェチみたいなのがうん。あっフェ、てね。うん。フェティズム。そうそう。だからね、これを聞いている人はね、日本人にちょっと質問してほしいね。うなじを見るとどう思いますかみたいな。ね、なんか、でもさ、うん、綺麗だなって思う人もいると思うう。ん、なんとも思わない人がほとんどだと思うけど。うん、うん、うん、そうね。うなじ。うん、不思議だよね。うん、うん。またね、うなじっていう言葉の語感もね、なんかね、うなぎみたいな感じで、なんか響きがね、ううなん、じって。なんかぬるぬるした感じというか、わかるわかる。ちょっとね、ちょっと、ちょっとね、音がね、語感がね、ちょっとね、性的な感じが。わかる。響きがなんか、ぬ、ぬるぬるした。でも言ってること超わかるんだけど、ぬるぬるした感じ。すごいそれを言うと、うん、でもやばいね。別にうなじは濡れてないからね。濡れてない。うん。濡れ、まあ、濡れてないね。汗かくと。わからん。いや、もうこれ以上疲れが、話すとね、ちょっと疲れがわかんない。まあいいや。まあここだけのかけとこ話だね。これこそ。聞いてる人はね、日本人の友達がいたら、うなじを見たらどう思うかってちょっとね、冗談で聞いてみてほしい。う。日本人男性にね。そうね。でもどうなんだろう、女性もさ、う男性ん。のうなじを見てさ、なんか思うのかな。まあ女性にええ限らず、うん。ゲイの人とかもね。うん。うわ、ちょっとその視点から考えたことなかったな。うん。まあ、基本男の子の頭の後ろ。まあ、うなじ見えてるからね。スポーツ狩りとか。基本見えてるからね。そうだね。うん。短いからね、髪。でもうん。確かにそうかも。女の人は、ま髪あ、長くて隠れてるからね。伝統的にはね、
長い髪で隠してるから、その普段見えない部分が見えることが珍しいから、それによるなんか、あ、やった、見えたっていう気持ちがあるのかな。あっていうちょっと変な話でした。あ、お疲れ様です。今回の会話はどうでしたか？じゃあ、質問は何でしたか、小倉先生。日本の一部の学校には、どうしてうなじを見せてはいけないという校則がありますか？答えもお願いします。男性が女性のうなじを見ると、性的に興奮してしまうからです。はい。まあこれはしてしまうからですって言ってるけど、その学校がね、言ってるだけだからね。ね、実際に興奮するかはわかんないけどね。うん、そうそうそう。例えば僕の学校にはこんなルールなかったから、小倉先生の学校もなかったでしょ？ない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 。そうだよね。本当に珍しいルールです、これは。うん。じゃあ、今週の表現です。小倉先生、何ですか？五感。五感というのは、言葉の音やリズムを聞いてどう感じるかということですね。うん。特にチンやマンという音は、チンコ、マンコなどをイメージさせるから、日本人がその音を聞くと変な反応、リアクションをすることがあります。そうそうそう。笑ったりね。そう。会話の中ではね、こう使われていました。うなじっていう言葉の語感も、うなぎみたいなぬるぬるした感じがする。ぬるぬるした感じっていうのはなんか濡れていて、こう滑りやすい。ちょっとなんかね、うんうんそれはどうしてなんだろうね。うなぎから連想されるのかな。似てるからね、響きが、語感がね。だから、うん。だと思うね。僕と小倉先生が会話の中でちょっとなんか性的なイメージとちょっと結びつけちゃった。それで笑った。そうそうそうそ皆さんはどうだったでしょうか？うなじっていう語感を聞いてどんなイメージがありますか？じゃあ例を見てください。う。沖縄行ってきたんだ。はい、これお土産。ありがとう。チンスコー？え、知らないの？沖縄の有名なお菓子だよ。あ、そう。なんか語感がエロいな。はい。このお菓子は実際にあるんだよね。沖縄の有名なお菓子、チンスコー。うん、食べたことある。チンっていう音の語感がエロい感じがするというか、チンコを連想するからうん。語感がエロいと言っているんですけど、実際のチンスコーの意味は、チンは珍しいとかとても貴重な大切なという意味で、スコーというのは沖縄の方言でお菓子を意味するから別にチンコとは何の関係もないんだけど、そう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 。僕も食べたことあるけどさ、友達が買ってきてくれて、多分この名前の語感が面白いから買ってるんだろうなって思う。うん、そうそうそう。まあ美味しかったけどね。うん、美味しい美味しい。うん。そう、クッキーみたいなね。うん、そうそうそう。そうそでも初めて、このお菓子の名前を聞いたときはね、この会話文みたいに笑ってしまったよね。うん。チンスコーってね。う。笑っていました。そう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 。はうい。ん。みんなの国にもそういうなんかエロく聞こえる語感の言葉とかあるのかなね。うん。じゃあ次の例も見てください。あ、犬飼ってんだ。名前なんて言うの？かぼちゃ。かぼちゃって野菜のかぼちゃ？そう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 。語感が可愛くて、この名前にしたんだ。はい。どうですか、小倉先生、このかぼちゃっていう語感はかわいい？ うん、可愛いね。うんうん。かぼちゃって聞くと、うん、かぼちゃ。どういうこうん。かぼちゃ。うん、まあもうね、と？なんか、印象だからね。音がね。でも、ぼちゃがかわいいのかな？ぼちゃっていう感じ。ああ、ぼちゃね。うんうんうん、本当にこれは
意味はないし、うん正解もないけど、うんそういうね、なんか可愛いなって感じるよね。うんうんじゃあ最後の例です。最近ダンダダンってアニメ見たんだけどさ、えダンダダン速そうな感じだね。キャラクターが走ってるの？まあ走ってる走ってる。確かに速そうな五感だけど、まあ敵と戦うアニメだよ。面白いよ。このダンダダン、小倉先生見た？うん。シーズン2まで全部見たよ。おおー。うん、面白いかこら。のダンダダンの五感って本当になんかその速そうなね、うんうん感じがあるけど、さっきね小倉先生調べてくれたんだよね、うんそのどうしてそういう名前なのか、うんうんどうしてこのダンダダンっていう名前になったかちょっと教えて。うん。勢いよくテンポよく成長していきたいという思いを込めてホップステップジャンプが由来となっていますって書いてますね。はいはいはい。だからやっぱこうなんか速いね、そのイメージっていうのをやっぱ狙ってね、ダンダダンっていう名前にしたのかな。うんそうそうダン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 ダダン。そうそうそう本当にキャラクターがねもうずっと走ってるからね。ずっと走ってるんだ。うんそうそうそう。そうなんだ。敵を追いかけたり敵から逃げたりね。じゃあもう本当に五感通りのアニメなんだね。そうそうそうそ小倉先生最初のイントロう。うんイントロで女の子と男の子がいて、うん男の子が何かをずっと見ていたんだけど、うんそれは何だったんですかね。ああうなじを見ていたね。そうですね、うん女の子のうなじを見ていて、だからこの男の子はうなじフェチだねなんだよね。だね。そうまあ別にねフェチはね人それぞれいろいろあると思うし、うなじにフェチを感じる日本人は多いよね。どうなんだろうね。まあね多いのかなって思うんよく言われるからうなじだけじゃないけど。う。まあでも雑誌とかでもうなじを綺麗に見せる髪のまとめ方とかさ、そういう特集やってたりするから、やっぱりなんかね、日本人他の国の人よりうなじを気にしてるんだろうな。そうそうそう。あとうなじ美人写真集とかあるからね。そんなのあるんだ。でそうそれ逆に欲しいよね、うんどんな感じなのか、そうそうそう。みんなはうなじを見てどう感じたか、そういうのをねちょっともしコメントでね全然わかんないとかいうコメントでもいいし、あうなじ綺麗だなって思いますっていうコメントもね欲しいし、あと五感だよね。みんなにもまあこの五感が面白いとかね、この五感まあこの言葉の語感が好き面白いっていうのがあったらね、コメントで教えてください、じゃあ小倉先生そろそろ終わりましょうか。最後までよく聞いてくれましたね。そうですね、いつもありがとうございます。またね。またね。